皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の文学作品を朗読しています。100年くらい前の作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉があります。それらを簡単な言葉に変えて、聞き取りやすいようにゆっくり読みます。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。また、読むスピードが遅いと思う人は、YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね。今回は梶井基次郎のレモン第3回です。心が疲れて不安定になっていた主人公は一つのレモンを手に入れ幸福を感じていました。楽しみを失っていた街の中でこの後彼はどうするのでしょうか。この小説は3回に分けて3日間続けてアップロードしています。今回の動画はその第3回、最終回です。最も有名な場面が描かれています。どうぞ最後までお楽しみください。レモン、梶井基次郎。3。どこをどう歩いたのだろう。私が最後に立ったのは丸善の前だった。普段あんなに避けていた丸善が、その時の私には簡単に入れるように思えた。今日は一つ入ってみてやろう。そして私はずかずかと入っていった。しかしどうしたことだろう。私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。香水の瓶にもキセルにも私の心は引きつけられなかった。憂鬱が立ち込めてくる。私は歩き回った疲れが出てきたのだと思った。私は画集の棚の前へ行ってみた。重たい画集を取り出すのさえ、いつもより力がいるな、と思った。しかし私は一冊ずつ抜き出しては見る。そして開いては見るのだが、丁寧にめくっていく気持ちはさらに湧いてこない。しかも呪われたかのようにまた次の一冊を引き出してくる。それも同じことだ。それでいて一度ページをバラバラとやってみなくては気が済まないのだ。
それ以上は我慢できなくなってそこへ置いてしまう。元の位置へ戻すことさえできない。私は何度もそれを繰り返した。とうとう最後には日頃から大好きだったアングルの橙色の重い本までなお一層の耐え難さのために置いてしまった。なんという呪われたことだ。手の筋肉に疲れが残っている。私は憂鬱になってしまって、自分が棚から抜いたまま積み重ねた本の群れを眺めていた。以前はあんなに私を引きつけた画集がどうしたことだろう。一枚一枚に目をさらし終わってからあまりにいつも通りな周囲を見回すときのあの変にそぐわない気持ちを私は以前には好んで味わっていたものだった。あ、そうだそうだ。その時私はたもとの中のレモンを思い出した。本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて、一度このレモンで試してみたら、そうだ。私にまた先ほどの軽やかな興奮が帰ってきた。私は手当たり次第に本を積み上げ、また慌ただしく本の山を崩し、また慌ただしく積み上げた。新しく本を引き抜いて付け加えたり、取り除いたりした。奇怪で幻想的な本の白が、その度に赤くなったり、青くなったりした。やっとそれは出来上がった。そして軽く踊り上がる心を抑えながら、その城壁の頂に、恐る恐るレモンを据え付けた。そしてそれは上出来だった。見渡すと、そのレモンの色彩は、ごちゃごちゃした色の階調をひっそりと紡錘型の体の中へ吸収してしまって、カーンと冴え渡っていた。私は埃っぽい丸膳の中の空気が、そのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした。私はしばらくそれを眺めていた。不意に第二のアイディアが起こった。その奇妙な企みは、むしろ私をぎょっとさせた。それをそのままにしておいて、私は何食わぬ顔をして外へ出る。私は妙にくすぐったい気持ちがした。
出て行こうかな。そうだ、出て行こう。そして私はスタスタ出て行った。妙にくすぐったい気持ちが街の上の私を微笑ませた。丸膳の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきたおかしな悪者が私で、10分後にはあの丸膳が美術の棚を中心に大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう。私はこの想像を熱心に追求した。そうしたらあの気詰まりな丸膳も木っ端みじんだろう。そして私は映画の看板が奇妙な趣で街を彩っている峡谷を下っていった。いかがでしたか？レモンを本の山に置いて去った主人公の気持ちを皆さんはどう感じましたか？重苦しい毎日の中で見つけた小さな自由を一緒に味わうことができたでしょうか？主人公がレモンを置いた京都の丸膳という書店は今もあります。創業は1869年。本と文房具を中心に万年筆に代表される西洋の文具や洋書などを輸入販売し、時代を読む知識人や文豪たちが愛用する場となりました。夏目漱石や芥川龍之介の作品にも東京の丸膳が登場しています。現在では日本全国に店舗を構える大きな書店です。この小説に登場した京都の丸膳には、梶井基次郎のファンや文学好きのお客さんが訪れて、レモンを置いていくのだそうです。でも、小説のように、売り物である本の上にレモンを置いていかれては、お店の人も困ってしまいますよね。とはいえ、小説の舞台になったお店で、主人公の行動をなぞる楽しさもわかるので、店内にはなんと、持ってきたレモンを入れるためのカゴが設置されているそうです。さすが本屋さん。読者の気持ちをよく理解されていますね。もし京都の丸膳を訪れた時には、ぜひレモンのコーナーを探してみてください。それでは最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。